よろしくお願いします。これは言わずと知れたメガドライブのソニック・ザ・ヘッジホッグです。このチャンネルでは2回目の登場となるのかな。ソニックを初めて見た時から不思議に思っていたことがあったんです。それはソニックが坂道を滑らかに走り、ループをぐるっと1回転し、トンネルを高速で走り抜ける時の地面の処理なんです。どうやってこの地面をきれいに走る処理をしているのか、めっちゃ気になりませんか？この動画ではゲームの動きを見ながら、ゲーマーには正直どうでもいいようなプログラマーのビープで細かすぎる視点からゲーム機の設計を深掘りしていきます。なお、音声トラックを変更することで別の声や言語で聞くことができるのでご利用ください。今回はソニック・ザ・ヘッジホッグの地面を走る処理をかなりプログラマーよりですが、なんとかわかりやすく話せればいいなと思ってやってくね。このソニックの技術を語る上で実は外せない作品があります。それがカプコンのアーケードゲーム大魔界村です。ソニックのプログラマーである中裕二さんは1988年のアミューズメントマシーショーでカプコンが出展していたアーケード版の大魔界村を見て強い衝撃を受けたそうです。特に印象に残ったのがキャラクターが丘のような起伏のある地形を斜めに移動する坂道の処理でした。中さんはどうしても大魔界村のプログラムを見たくなり、本当の目的を胸に秘めながらカプコンの許可を得てメガドライブへの移植を行ったそうです。ちょっとお茶目ですね。この時カプコンから提供されたソースコードに大きな感銘を受け、その坂道処理へのリスペクトが後のソニックのアイデアにつながっていったのだとか。競合企業であるセガにノウハウの詰まったソースコードを提供するというのはカプコンもかなり太っ腹でかっこいいですよね。さて、ソニックが起伏のある地面を滑らかに走る処理ですが、地面をどのように認識しているのでしょうか。画面に描かれているドットを直接見て、ここに地面の絵があるから乗れると判定しているわけではありません。先に結論から言うと、ソニックのステージには役割の違う2枚の地図があります。1枚目はプレイヤーに見えている背景画像です。これはソニックが走り回る画面を描くための地図です。草、土、坂道、橋のような見た目のブロックを 16×16 ドット単位でタイル状に並べてステージの背景を作っています。この見えている背景画像の地図をここでは背景マップと呼ぶことにします。ただし、この背景マップはあくまで画面を描くための地図です。ソニックが実際に地面として認識しているのはこの見た目の画像そのものではないんだよね。もう1枚はプレイヤーには見えない当たり判定用の地図です。こちらも 16×16 ドットのブロックを一つの単位として背景マップと同じようにタイル状に並べられています。ただし、こちらに入っているのは見た目の絵ではなく、当たり判定に必要な情報です。例えば、そこが地面なのか、斜面なのか、空なのか、ダメージを受ける場所なのか、といった属性を持っているんですね。さらに、坂道などでは斜面の角度のような地形の形状に関する情報も入っています。この見えない当たり判定用の地図をここでは地形マップと呼ぶことにします。ソニックは見た目の画像に直接ぶつかっているのではありません。この見えない地形マップを読んで地面に乗ったり壁にぶつかったり坂道を走ったりしています。見えている背景画像だけでは CPU がそれを床なのか壁なのかただの模様なのか判断するのは大変です。だから見た目とは別にゲーム処理用の地形マップを持っているんですね。ソニックの移動処理でやりたいことは起伏のある地面に宙に浮くこともなく地面に埋まることもなくきれいに設置させることです。例えば見た目でブロックが斜めになっている場合を考えてみます。もし単純にそのブロックの上にソニックを置くだけなら坂道の形に合わず
ソニックが宙に浮いて見えてしまいますね。では、ソニックを斜めの地面で、地面が高くなる方向に移動させる場合を考えてみます。まず必要になるのは、今いる地面の形状を知ることです。ソニックは移動処理のために自分の中心座標を持っています。ただし、中心座標だけを見ても足元が地面に合っているかどうかはわかりません。そこで、この中心座標からソニックの足元の少し前と少し後ろの2点の座標を計算します。ここでは、この2点をセンサーと呼ぶことにします。このセンサーは、ソニックの足元にある見えない判定点のようなものなんですね。そして、それぞれのセンサー座標が、地形マップ上のどの 16×16 ブロックに入っているのかを調べます。ソニックが移動していると、足元が2つのブロックにまたがることがあります。例えば、片方のセンサーは低いブロックの上にあり、もう片方のセンサーは高いブロックの上にある、という状況ですね。そのため、足元の1点だけを見るのではなく、前後2つのセンサーを調べます。そして、それぞれのセンサーから床までの距離を求めて、どちらの地面にソニックを乗せるべきかを判断します。この仕組みによって、ソニックはブロックの境目や坂道の上でも、ガタガタせずに自然に設置できるわけです。この地面の高さを求めるために必要になるのが、地形マップに含まれる衝突 ID という情報です。衝突 ID とは、先ほど説明した地形マップのことであり、地形の形状ごとに衝突 ID という投資番号が振られているのです。例えば、平らな床、緩い坂、急な坂、段差のある地形など、それぞれの形状に番号が付けられています。この番号を使うことで、ソニックは今いるブロックの地面がどんな形なのかを知ることができます。ただし、注意しなければいけないのは、ブロック全体で高さが一つに決まっているわけではないという点なんです。坂道の場合、同じ 16×16 ドットのブロックの中でも、左端と右端では床の高さが違います。そこでソニックでは、衝突 ID ごとに、一つのブロックの中に、横16ドット分の高さの情報を持っているのです。この衝突 ID ごとの高さの情報をまとめたものを高さテーブルと呼びますね。この高さテーブルを参照することで、センサーがブロック内のどの位置にあるかによって、その場所の正確な床の高さを求められます。この高さテーブル方式の良いところは、坂道だけでなく、いろいろな形を作れることなんです。まっすぐな地面、緩い坂、急な坂、丸みのある地形といった単純な直線だけでなく、曲線っぽい地形も表現できるんですよね。高さが分かったら、2点のセンサーの座標と、それぞれの地面との位置を比較します。そして、床までの距離が短い方に、ソニックが立っていると考えます。もし地面よりセンサーの位置が上にあるなら、ソニックはわずかに宙に浮いている状態です。この場合は、ソニックの位置を地面の高さの位置まで下げて、地面に吸い付くように座標を補正します。逆に、地面よりセンサーの位置が下にあるなら、ソニックは地面に埋まっている状態なので、ソニックの位置を地面の高さまで上げる補正をします。こうして、ソニックが地面から浮きすぎることも、地面に埋まりすぎることもないようにしているんですね。ただし、いつでも地面に吸着するわけではありません。床までの距離が離れすぎる場合は、もう地面に乗っていないと判断し、落下処理を実行するんです。これで、ソニックを斜面の上に自然に設置させながら走らせることができます。ここまでは、大魔界村の坂道処理から学んだ考え方に近い部分だと思っています。そして、ここから先が、ソニックならではの大きな拡張になっています。ソニックの重要な仕様として、急勾配を登るときは速度が落ち、下るときは加速して超高速になる、というものがあります。これは、ソニックの爽快さを生み出す上で、とても重要な要素です。この動きを実現するために使われるのが、角度テーブルという情報です。角度テーブルは、衝突 ID ごとに、
その地形がどれくらい傾いているのかの角度の値を持っているテーブルなんです。つまりソニックは足元のブロックから衝突 ID を調べ、そこから地面の角度を読み取っているのです。そして、その角度を使って、今走っている方向が上り坂なのか、下り坂なのかを判断します。上り坂なら速度を落とし、下り坂なら速度を上げることで、坂道による加速や減速を表現しているんですね。この仕組みがあるから、ソニックは地形に沿って走っているだけでなく、坂の流れに乗って加速していくように感じられます。さらに、この角度は見た目にも使われます。ソニックが坂道に乗ると、体の向きが地面に合わせて傾きます。つまり角度テーブルは、移動の物理的な挙動と、キャラクターの見た目の両方に関わる重要な情報なんです。次に、ソニックの当たり判定で特に面白いのは、地面が必ず下にあるとは限らないことです。例えば、ループのシーンで、ループの横では、地面は横方向にあります。ループの上では、地面は上方向、つまり天井側にあります。では、どう処理をするのでしょうか。ソニックは自分自身の地面に対する角度の情報を持っており、その角度で、どの方向を地面として調べるのかを切り替えています。角度が下向きなら、下を調べる専用の処理を実行します。角度が右向きならば、右を調べる専用の処理を実行します。この時、足元のセンサーは、右側を向いており、横向き用の高さテーブルから地面の高さを求めるのです。つまりソニックにとっての地面は、画面の下に固定されているわけではないんですね。この仕組みがあるから、ソニックは坂道だけでなく、壁や天井を含むループ上の地形も自然に走ることができます。ここまでに説明してきた、見えない地図というテクニックは、現在でも使われる技術であり、大魔界村よりもっと昔から使われてきた基礎技術です。ソニックのすごいところは、そこに角度という考え方を加えたところなんです。昔から持っていた謎を今回解析してみて思ったことは、基礎技術をどう使うのか、どう組み合わせるのかが、技術者の腕の見せ所なんだなと改めて感じたところです。基礎って重要なんですね。最後に、これは、ごく一部の人へのおまけなのですが、日本版の初期ロットのカートリッジでは、ブレイクポイントを置くなら、まずはここです。そして、隠しテーブルはこの辺りにあります。これを喜ぶ人が何人いるのか謎ですが、どうぞです。今回はこれで終わりです。次回はまた別のゲームを見ていきたいと思います。聞いてくれてありがとうございました。では、またね。